あ、そうだった。おはようございます。ゆっくり歌劇団のいいよ T ちゃんさん、変わるよ。オーストリアのザルツブルクから、おはようございます。しかし、彼女だけじゃなくて、みんなが眠そうだな。そりゃそうですよ。前の晩は、夜中に一度起きて、寝台列車の入れ替え作業を見に行ってましたからね。それも、30分ぐらい、軽く適当に見て、さっさと宿に帰るつもりが、気がつけば、結局2時間以上、寝台客車の組み替えを見ちゃってました。あれは、入れ替え作業が、予想以上に面白かったのが悪い。しかも途中で、衝撃の、中国製車両まで現れちゃったもんだから、全員テンションが上がって、宿に帰った後も、寝つけなかったんだよな。あれで興奮してたのは、君だけだよ。そうだっけ。あ、言われてみれば、T ちゃんさんは最後限界になって、ベンチでグラグラしてたな。ザルツブルクを訪れるてっちゃんは、深夜に中央駅をうっかり訪れちゃうと、寝不足必至ですぞ。なのでまずは、前回の続きで、深夜のザルツブルク中央駅の様子を、簡単にお話ししていこう。この駅に、寝台列車が、次々に到着する時間。そして、分割、再連結の作業が行われるのは、深夜の1時から4時にかけてです。列車はほとんどが、国際線の寝台列車です。オーストリアは、東西に長い国土ではあるものの、長さが600キロにも満たない上、周囲を7カ国と接しています。なので、長距離を走れる寝台列車は、国内線が少なく、周辺の国へ走る運用ばかりなんです。スイス、ドイツ、イタリアの都市が、行き先に表示され、出発案内を見ているだけでも、楽しくなってきます。寝台列車が、駅に停車する時間は、短くても30分。長いものになると、1時間以上、駅に留まります。編成の組み替えや、時間調整が考慮されているので、昼間の列車に比べて、かなり長い停車時間が、設けられています。けれど列車によっては、連結相手が、大幅に遅れて到着することもあり、2時間以上、ホームに留まっている、夜行列車もいました。特に最近は、ハンガリーから来る列車で、遅れが頻発しているようです。私たちが見た時も、ブダペスト発の列車と連結する、チューリッキ行きのナイトジェットが、30分遅れになっていたな。これは、夜の9時40分に、ウィーンを出発し、ザルツブルクには、早くも0時半に到着している列車だ。その後、2時間も停車した後、ハンガリーやクロアチアの、寝台急行を連結して、スイスに向かうのだ。だが、ハンガリーの、ブダペストから来る列車が、大きく遅れていたので、チューリッキ行きのナイトジェットは、2時間半もの、長時間停車になっていた。おかげで車内のお客さんは、走行中の揺れと、音がなくて、快適に眠れたことだろう。それからもう一つ、夜中のザルツブルク駅で、興味深い列車が、ひっそりと現れていました。ドイツ鉄道の、中古特急電車、4010型です。これは、2011年に、オーストリアの私鉄特急、ウェストバーンが、新車で導入した車両でした。しかし、整備や運行コストが高いことを理由に、2010年代末に全ての編成を手放してしまいます。そして、代わりに導入しようとしたのが、前回の動画で登場した、中国の鉄道車両メーカー、中国中車社の車両でした。ごめん、なんだって？もう一回、ちょっと早めに言ってみて。その手には乗らないよ。発音できなくて、何回もリテイクしたんだもん。でもさ、これをかっこよく決めたら、さすがお姉ちゃんってなると思うんだけど。中国中車社の社長、もう絶対やらない。えっちゃん、ナイス。へへ、ありがとうごぜやす。まあとにかくですね、ウェストバーンは高コスト体質が課題だった、スイス製の電車、4010型を全て売却。価格が安い中国製車両と入れ替えようとします。けれども、中国メーカーの電車は、納入前にクリアすべき試験項目が多く、ウェストバーンは導入を断念。そして、売却してしまった、スイス製の同型車を、再び新車で買い直す、という、二度手間、異例の経緯をたどったのです。なので、前回の動画で載った編成は、以前と同じ方ながら、2021年以降に再導入した、新しい列車でした。初代の4010型は、両開きだったドアが、2代目では、大きな一枚ドアに変化。側面の干渉機近くに、製造メーカーの、
シュタッドラーのロゴが入っているのが初代車両との違いです。一方、ドイツ鉄道に売却された初代4010型も新天地で新たな仕事が始まります。白い車体に赤いラインが引かれるドイツ鉄道の特急標準色に改められ、特急インターシティとして走り出したのです。ちなみにドイツ鉄道の形式番号は基本的に3桁の数字を割り当てますが、ウェストバーンから転属した4010型はオーストリア時代と同じ4桁の形式のまま変更していません。この電車は昼間はドイツ国内の都市を往復、そして夜になると一部の編成が古巣のオーストリアへ帰っていくんです。それが深夜の3時にザルツブルクに到着したドイツ鉄道のインターシティだ。この列車は1日1往復、ドイツの工業都市シュプットガルトからオーストリアのウィーンに向けて夜行の特急運用がある。これはもちろん寝台列車ではなく、昼間の特急で使われる座席車両をそのまま夜勤で走らせているだけ。いわゆるムーンライトインターシティなのである。こっちは快速じゃなくて、れっきとした特急ですけどね。しかも、シュプットガルトとウィーンを往復する便には、特別にシェーンブルンという愛称まで与えられている。由来は言うまでもなく、ウィーンにあるオーストリア帝国の王宮シェーンブルン宮殿です。と言っても、ヨーロッパの名前付き特急の例に漏れず、行き先表示などに愛称の掲示は一切ありません。それに、シェーンブルンって名前なのに、由来になった宮殿の近くは通らないんだよね、これ。そうなんだよ。このインターシティの終点、ウィーン中央駅は、シェーンブルン宮殿からおよそ5キロも離れているんです。ウィーン西駅を発着するウェストバーンなら、宮殿の裏手を一瞬通るんだけどな。それで思い出したんですけど、確かウィーン中央駅は、近くにベルベデイレ宮殿っていう、また別の宮殿がありますよね。どうせなら、こっちにすればよかったのに。それが、特急ベルベデイレ号は、すでに別の子がつけちゃっててさ誰ですかそれ。あ、そうだったの。そうなんです、僕です。ウィーンからドイツの北のハンブルクまで10時間もかけて縦断する長距離 ICE がベルベデイレ号なんだよ。2階建て電車4010型を用いるインターシティシェーンブルン号は夜の10時45分にシュプットガルトを出発。一晩かけてミュンヘンやザルツブルクを通り、朝の6時にウィーンに到着する。そして同じ日の夜10時にウィーンを出発し、シュプットガルトへ帰っていく。あれ、確か、ウィーン、シュプットガルト間の特急列車って、ウェストバーンも2024年に開設予定だったよね。しかも通るルートがドイツ鉄道のインターシティと完全に一緒。ということは、2つの会社が同じ車両を使って競い合うってこと？その点は大丈夫。ウェストバーンは日中の時間に走る昼間の特急。それに対し、ドイツ鉄道のインターシティは夜行便が1往復だけ。2つの列車は時間帯が被らないので、大きな問題にならないようだ。それに、ドイツ鉄道の電車がわざわざ遠く離れたウィーンに行くのには、もう一つ大事な理由がある。それは、車両の定期整備。実は、ウィーン中央駅の近くに、この電車を製造した、シュタッドラー社のメンテナンスセンターがある。近年の鉄道車両は、製造メーカーが、鉄道会社に代わって、定期整備を担当するのが主流だ。なのでドイツ鉄道も、日常の点検と清掃だけ、自社で行い、大掛かりな整備は、メーカーに委託している。したがって、早朝にウィーンに着いた4010型は、昼間に定期整備を受け、車体も洗車した後に、ドイツへと帰っていくのである。つまりこの夜行特急は、整備のための、送り込み回送でもあったのだ。ということで、改めて、おはようございます。翌朝の、ザルツブルク中央駅から、私たちはまた、鉄道の旅をしていきます。時間は午前9時。前回は、私鉄特急の、ウェストバーンに乗り回したので、今度は、オーストリア鉄道の特急、レールジェットに乗車します。ここ、ザルツブルク中央駅は、午前9時過ぎに、レールジェットが立て続けに、2本出発します。一つは、9時7分発の、レールジェットエクスプレス。
ザルツブルクを出発すると、ウィーンまでは、途中2駅だけに止まる、速達便です。この列車は、オーストリアの西の端にある町、ブレゲンツと、ドイツのミュンヘンを、それぞれ出発し、ザルツブルクで連結します。ウィーンまでの所要時間は、2時間20分で、中央駅の到着は、午前11時30分。ウィーン中央駅では、2編成の列車を、再び分割します。そして、ミュンヘン発の編成は、ハンガリーのブダペストへ。ブレゲンツ出発の列車は、ウィーン国際空港へと走っていきます。ザルツブルクを立つ、もう一つの特急は、通常のレールジェットです。こちらは、レールジェットエクスプレスの、わずか4分後に出発します。始発駅は、ザルツブルクで、ウィーン中央駅が終点の、比較的短距離の列車です。その分、停車駅も多く、終点までに止まる駅の数は、なんと10駅もあります。当然ながら、所要時間も伸びていて、終点のウィーンまでは、30分も長く走行します。新幹線のこだま、もしくは、急行相当の列車、といえば、イメージしやすいかな？今日の僕たちは、ウィーンまで行き、その後、また別の列車に乗り継ぐ予定です。遅い列車で行っても、接続のスケジュールに余裕があったので、今日は速達列車ではなく、各駅停車版レールジェットに乗ることにしました。お値段が、ちょっとお得で、長くレールジェットに乗れる。それなら、そっちを選ばない人類なんていません。うちの暇人が、いい花たんですよね。だって、速達便で、早くウィーンに着いても、観光できるまでの時間の余裕はないし、やることといえば、ただ寒い駅の構内で、次の列車を待ってるだけだろ？だったら、乗り継ぎ時間が短い方が、効率的じゃないか。そうなんだけど、列車が遅れたことを考えたら、オーストリアの列車は、ドイツ鉄道と違って大丈夫だ。多分。ザルツブルクを9時に発車する、2つのレールジェットは、通常であれば、先に速達列車が出発した後に、各駅停車のレールジェットが走り出します。けれどもこの日は、レールジェットエクスプレスが大幅に遅延していたので、先に各駅停車版が出発することになりました。レールジェットエクスプレスは、連結作業と列車の引き継ぎがあるので、ザルツブルクに到着後、最低10分は停車するからです。もっとも、各駅停車のレールジェットは、一旦ザルツブルク駅を先に出発しますが、後から来る速達便を通すため、途中の駅で臨時の通過待ちがあると思います。遅延したレールジェットは、前にも臨時接続で先に通されたことがあったし、なんだかオーストリア鉄道は、常々赤いあいつみたいなことをしてるよな。やっぱり、車体が赤くてドレミファインバーターの列車は、奇妙な愛や、柔軟な運用が身につくのだろうか。って言っても、今日のレールジェットの機関車は、音階が鳴らないんでしょ？今回私たちが乗った列車は、2種類あるレールジェット車両のうち、輸送力増強型で、運転されていました。通常は、4両ある普通席車両が、1両増えた5両になり、反対に、1等席車両が減らされています。この編成は、イタリア方面にも使われるため、制御客車の前面に、朱色の警戒色があるのも、特徴の一つです。列車を動かす機関車は、オーストリア鉄道でおなじみの、シーメンス製の電気機関車、タウルス君。機関車も、イタリア対応の車種である、1216型が用いられていました。ということはこの列車、ザルツブルクから、ウィーンに行った後、そのままイタリアの、ベネチアとかに行くの？ダイヤを確認すると、ウィーンに着いた1時間後に、午後のベネチア行きが、出発するみたいなんだけど、もしかすると、そういう使い方もしているのかもね。それに、停車駅が多い分、乗ってくるお客さんも多いから、座席が多い編成が、充当されているのでしょう。とはいうものの、ザルツブルクを出発した時点では、車内はガラガラ、ウィーンまでの中間地点にある都市、リンツまでは、山間部で、速度を出さないこともあって、特急列車らしからぬ、ゆったりした雰囲気で走行していました。ザルツブルクを発車した、各駅停車のレールジェットは、沿線の新鮮な空気を、客室いっぱいに詰め込んで、走行してきた。しかしそれは、束の間の出来事。短い間隔で、駅に停車するごとに、新たなお客さんを乗せ、車内は一気に混雑してきた。やっぱり、乗る人が多いから、座席が多い列車で、運転してたんですね。ザルツブルクと、ウィーンのちょうど中間には、オーストリアで、3番目の規模の都市、
リンツがある。その上、沿線にも絶えず、工場や倉庫などが立ち並んでいる。このことからも、朝のレールジェットは、ビジネス需要の高さが伺えるな。遠くには山が見えて、手前には、工場がある車窓は、どことなく、東海道新幹線みたいです。やがて列車は、中間地点の都市、リンツに到着。構内には、オーストリアの北隣の国、チェコへ行く、客車特急も停車しています。あの特急を引いてる機関車が、ある意味貴重なんだ。いつか、早いタイミングで、乗りに行こうな。ここからウィーンまで、レールジェットは、高速線を走行します。ウェストバーンの列車は、最高速度が、時速200キロだったのに対し、レールジェットは、オーストリア最速の、時速230キロまで、速度を上げられます。ですが、その最高性能を発揮できるのは、停車駅の少ない、レールジェットエクスプレスだけ。各駅停車番は、リンツを発車後、10分から20分おきに、駅に停車する上、レールジェットは、客車列車なので、加速が遅いからです。でもその代わり、新しい発見もありました。正確には、以前お話ししたことの、訂正かな？リンツから、ウィーンまでの中間には、メルク、という町があります。ドナウ川のほとりにあり、川を見下ろせる高台に、世界的にも有名な、修道院が建っているんです。昔の鉄道線は、線路が川沿いを通っていたので、列車から、世界遺産の修道院が間近に見えていました。ところが現在は、高速線が完成し、特急列車は、そちらを走るようになってしまったため、豪華絢爛な修道院を見ることができなくなってしまった、とお話ししました。ですが、改めて景色を眺めていましたら、ほんの一瞬だけ、メルクの街のシンボルが見えていたのです。この修道院と、高速線の間は、生い茂る木々と、小高い山によって隔てられています。けれども一箇所、川を渡るため、視界が開ける場所があるんです。ただし列車は、時速200キロの高速走行をしているので、修道院が見える時間は、わずか1秒程度。もしかしてあれかなと思った次の瞬間には、トンネルに入ってしまいます。メルク修道院は、ウィーン行きの列車ですと、進行方向左側、リンツ、ザルツブルク方面なら、右側の窓から見ることができます。ちなみに、小さくても不鮮明でもいいから、レールジェットの車内から修道院の写真を撮りたいという方は、東へ走るウィーン行きがおすすめです。なぜなら、西のザルツブルク方面は、暗いトンネルの中から出て、一気に明るくなった直後に、建物が見えるので、カメラの明るさ調整、ピントが、うまく働かないんですよ。また、メルクの街を通過した直後に止まる、ザンクトペルテン駅では、またまた中国メーカーの電車が試運転をしていました。おそらく、前の晩、いや、今日の早朝に見た列車とは、また別の編成です。そういえばウェストバーンは、これから、ドイツのシュプットガルトや、フランクフルトに、路線を伸ばすんですよね。片道の行程が、6時間ぐらいになりますから、列車の運転本数を維持するには、編成の数を、大幅に増やさないといけません。ということは、この中国メーカーの列車が、早期に使用可能にならないと、困ったことになるんじゃないの？愛さん、その点は大丈夫だ。現在ウェストバーンは、スイス製の4010型を、15編成も保有している。これは、ドイツ鉄道に売却した、初代の電車より、6編成も多い数だ。2代目の4010型は、ドイツ方面への路線の延伸を、あらかじめ見込んでいたので、編成数を多めに見積もって、購入していたんだ。つまり、中国メーカー製の電車、4100型がいなくても、予定している列車は、すべて運転できるのである。なお、あの中国製の列車は、今のところ、4編成を導入予定だそうだ。列車の所属は、鉄道会社のウェストバーンではなく、中国のメーカーのままになり、ウェストバーンはお試し仕様の形態をとっている。中国中車は、これからヨーロッパの様々な国に進出を計画しているメーカーなので、デモンストレーションの走行やお披露目会を各地で実施する計画でいる。なので車両がメーカーに所属していた方が何かと都合がいいようだ。なんて話をしていると、レールジェットは終点のウィーン中央駅に到着です。ここから私たちは、新たなエリアに足を踏み入れていきます。なんつうか、長い助走だよな。だって今までは ICE 姉妹の地元、ドイツと、オーストリア、列車だって、
一度は乗って特集したやつでしょ？と言っても、レールジェットは、叩けば叩くほど埃が出る名列車になっちゃったから、この先も動画でお伝えすることがたくさんあります。楽しみにしててね。ということで、ウィーン中央駅で、ひとまず解散。次の動画で再集合です。ご視聴ありがとうございました。よっしゃ、ウィーン中央駅名物の、本格インドカレーの、ビーフを食おう。あ、てっちゃん、私もそれにしよ。ごちそうさまです。じゃあなんだ。カレーは、5人分でいいのか？てっちゃんは、さらっとそういうことできるのがイケメンだよね。顔は面白いけど、任せとけ。みんな他にも好きなもの頼んでいいぞ。どうせ請求は、APT のところに行くんだから、